こんにちは。野鳥撮影の朝です。都会にもたくさんの野鳥が生活していることをご存知ですか？ビルや電線、公園など人間の作った環境に上手に適応している彼らの姿を見ると、街歩きがもっと楽しくなるかもしれません。今回の動画では都会や街中で見られる代表的な野鳥14種をご紹介します。それぞれの特徴や生態に触れながら一緒に彼らの魅力を発見していきましょう。最初にご紹介するのは白石霊です。白と黒の羽の色がはっきりした美しい鳥で、全長は20センチほどです。尾羽を上下に振りながら地面を歩き回る姿がとても印象的です。昆虫を主に食べるため、駐車場や河川敷、公園の芝生などで地面をつついている姿をよく見かけます。都会の騒音や人の近くでもあまり警戒せず、のびのびと活動している様子からたくましさが感じられる鳥ですね。次にご紹介するのは日本の象徴的な野鳥スズメです。全長14センチほどで、茶色の体に黒い頬の斑点が特徴的です。古くから人間と共に暮らしてきた鳥で、住宅街や公園、駅のホーム、さらには田畑の近くまで広く分布しています。彼らは主に穀物や草の種を食べますが、都市ではパンくずやお菓子なども積極的に採食します。特に冬は集団で行動し、夕方になると茂みや竹林に群れでねぐらを作ります。続いては鮮やかな黄緑色の羽毛が特徴的なメジロです。体長は12センチほどと小さく、名前の通り目の周りに白い輪があるのが特徴です。都会では桜や梅の花が咲く時期に蜜を吸っている姿を見かけることが多いです。非常に素早く木々の間を飛び回るので、一瞬しか見えないこともあります。続いてこちらはシジュウカラです。黒い頭と胸にネクタイ模様があり、黄緑色のお腹が目を引きます。全長は15センチほどで、都市公園や住宅街の木々でも見かけられます。虫を主食としていますが、秋冬には木の実や種も食べるようになります。ツツピーという明るい鳴き声で仲間とコミュニケーションをとり、つがいで行動することが多いです。巣は木の穴や建物の隙間に作り、都会の人工物を上手に利用する姿が印象的です。続いてこちらはツバメです。日本の夏を象徴する渡り鳥です。全長18センチほどで、長い二股に分かれた尾と光沢のある黒い羽が特徴的です。都会では建物の軒下や駅舎の天井などに巣を作り、子育てをします。主食は飛んでいる小さな昆虫で、空中で巧みに捕まえます。春から夏にかけて群れで飛び回る姿をよく見かけると思います。秋になると南の暖かい地域に旅立ちますが、同じ場所に毎年戻ってくる習性があるため、人々との交流も深い鳥です。続いてこちらはヒヨドリです。全長27センチほどのやや大きめの鳥で、灰色の体と茶色の方が特徴的です。都会の公園や庭先で果実や花の蜜を食べる姿をよく見かけます。特に柿やみかんが大好物で、冬場には庭木に群がることもあります。ピーヨピーヨという甲高い鳴き声で存在感を示しますが、少しうるさく聞こえてしまうこともしばしばです。ヒヨドリは季節ごとに食べ物を変えながら都会の中で生き抜く知恵を知っています。続いてこちらはムクドリです。全長24センチほどで、灰色と茶色が混ざった羽毛を持つ中型の鳥です。集団で行動することが多く、夕方になると街路樹や電線に大群で集まり、
大きな声で鳴き交わします。これが都会では騒音問題になることもありますが、自然界では敵から身を守るための防御行動と捉えられます。食性は幅広く、昆虫や果実、植物の種などを食べます。都会の緑地や農地近くでよく見られるたくましい鳥です。続いてこちらはドバトです。またの名をカワラバトと呼ばれるこちらの鳥は全長33センチほどです。街中の至るとこで見られる都会の象徴的な野鳥です。グレーの体に首元の美しい虹色がとても特徴的です。人々が与える食べ物を頼りに生きることも多く、公園や広場で群れをなしています。ドバトは人間と深く関わる歴史を持ち、古代から飼いならせてきた鳥として知られています。続いてこちらはキジバトです。キジバトはドバトに似ていますが、羽毛の茶色い鱗模様が特徴的です。全長は33センチほどで、デデーポッポー、デデーポッポーという穏やかな鳴き声は多くの人が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。都会では神社、街路樹などに生息し、主に木の実や種を食べます。キジバトは日本の自然を象徴するような鳥で、古くから文学や芸術にも登場してきました。続いては秋から冬にかけて日本にやってくるジョウビタキです。この鳥はスズメほどの大きさで、パッと目を引く鮮やかな色が特徴です。オスとメスで羽の色が違うので、見分ける楽しさがあります。オスは頭の銀色と体のオレンジ色がとても印象的です。特に尾羽の付け根にある白い模様は飛んでいる時に目立ちます。一方メスは少し控えめな茶色がかった羽を持っていますが、その分優しい雰囲気があります。公園や街路樹でヒッヒッという可愛らしい鳴き声を聞いたら、近くにジョウビタキがいるかもしれません。次に紹介するのはモズです。こちらは一年中日本にいる流鳥で、都会でもよく見られる鳥の一つです。モズは猛禽類のような小鳥とも言われるほどの鋭いくちばしが特徴的です。くちばしを生かして昆虫や小さな動物を捕らえます。そんなギャップのある姿がモズの大きな魅力です。またモズにはモズの早煮えというちょっと不思議な習性があります。これは獲物を木の枝やフェンスに刺して保存する行動のことです。都会の公園でも枝にトカゲや昆虫が刺さっているのを見つけたら、それはモズが残した証かもしれません。続いてこちらはハシブトガラスです。全長56センチほどの大きな体と太いくちばしが特徴的です。非常に賢い鳥として知られ、人間の行動を観察して餌を見つけたり、工具のようなものを使ったりすることもあります。都市のゴミを漁る姿が目立つ一方で、自然界では動物の死骸を片付ける重要な役割を果たしています。その賢さと強さから、都会の支配者のような風格を持つ鳥です。続いてこちらはハシボソガラスです。ハシブトガラスに比べて全長は約50センチほどと小型で、くちばしが細いのが特徴的です。鳴き声もガーガーと控えめで、どことなく落ち着いた印象を受けます。都会よりも郊外や緑の多いエリアで見かけられますが、人間が作る環境にも適応しています。賢く忍耐強い性格で、自然界では木の実や昆虫、ゴミまでも食べる雑食性を持っています。
最後に紹介するのはトビです。全長60センチを超える大きな体を持ち、空高く舞う姿が印象的な猛禽類です。ピーヒョロローという鳴き声を聞けばトビだとすぐわかると思います。都会の河川敷や海沿いでも見られ、鋭い目で地上の食べ物を見つけます。魚や動物の死骸だけでなく、時には人間の持つ食べ物にも狙いを定めるため要注意です。その堂々とした姿は都会の自然を象徴する存在とも言えるでしょう。いかがでしたか？都会の中でこれだけ多様な野鳥たちが暮らしているなんて驚きですよね。彼らの生活に目を向けると、日常の景色が少し違って見えるかもしれません。この動画を楽しんでいただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。コメント欄で皆さんが最近街で見かけた鳥についても教えてくださいね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。